アスマの伝承。アイシャが祈りを捧げているところに私はやってきて、人々に何が起こったのですか、と言いました。彼女は空を指さしました。私はモスクの方を見ました。そして人々が祈りを捧げているのを見ました。アイシャは、アッラーの祝福をと言いました。私は彼女に、何か兆候がありますか、と言いました。彼女は、はいという意味でうなずきました。私も、日食の祈りのために、ほぼ、意識を失うまで立ち続け、その口頭に水を注ぎました。礼拝後、預言者、彼に平安と祝福あれはアッラーを称え、賛美し、こう言った。今この場所で私は、天国と地獄を含め、これまで見たことのないものを見ました。あなた方は墓の中で試練を受けるであろうことは疑いなく私に掲示されており、これらの試練はマシフ、アド、ダッジャルの試練のよう、もしくはそれに近いものとなるでしょう。副ナレーターはアスマがどちらの表現を使ったか確信が持てません。あなた方はこう尋ねられるでしょう。この人、預言者、ムハンマドについて何を知っていますか。すると、忠実な信者、またはアスマが同様の言葉を言ったはこう答えるでしょう。彼はアッラーの使徒ムハンマドです。彼に平安と祝福あれ。彼は明白な証拠と導きをもって私たちのもとにやってきたので、私たちは彼の教えを受け入れ、彼に従いました。そして彼こそがムハンマドなのです。そして彼はそれを三度繰り返す。すると天使たちは彼に言う。安らかに眠れ。我々はあなたが忠実な信者であったことを知った。一方、偽善者や疑い深い人はこう答える。私は知らないが、人々が何か言っているのを聞いたので、それを言ったのだ。道場、サヒーフ、アルブハーリー86、ハディースの説明。墓の試練は、人間が経験する最大の試練の一つであり、預言者、神の祝福と平安がありますようには、祈りの終わりに、常に神にその試練からの避難を求めていました。このハディースでは、アスマ、ビント、アビ、バクル、二人に神のご加護がありますようにが、信者の母である姉のアイシャ、彼女に神のご加護がありますようにの家に行き、彼女が預言者、彼に神の祝福と平安あれのモスクで祈っているのを見つけたと語っています。信者の母親たちの家、アッラーが彼らに満足されますようには、よく知られているように、預言者のモスク、アッラーが彼に祝福と平安を与えられますようにの隣にありました。それで彼女が祈っている間、人々がなぜ恐れ、義務の祈りの時間ではなくこの時間に祈りを始めたのかを彼女に尋ねました。そこでアイシャ、アッラーが彼女に満足されますようには、彼女が祈っている間に答え、空の日食の兆候がこの恐れとこの祈りの理由であることを彼女に理解させるかのように、手で空を指さしました。そこでアスマは、これがアッラー、思考なるものの力の兆候であることを知りました。それでアスマは彼らと一緒に祈りを始め、彼らと一緒に長い祈りをしました。彼女は疲れて疲労感が現れたので、気を失わずに目を覚ますために頭から水を注ぎました。これは、日食の祈りが2ラクアからなり、各ラクアには2回の礼拝と2回の朗唱があり、イマームは朗唱と礼拝を長く続け、礼拝は朗唱と同じくらい長いからです。この長さは疲れる人もいるかもしれませんが、神への懇願と謙遜の形です。それから預言者、神の祝福と平安あれは祈りを終え、人々に語りかけ、神にふさわしい賛美と感謝を捧げました。それから彼は、神の祝福と平安あれ、彼らに、この場所では天国と地獄さえも、自分がこれまで見たことのないものは何もなく、見識も得たと伝えました。彼はそれらを見た。そして、それらのそれぞれが彼の前に見え、現れた。神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますように。彼は自分のビジョンを説明し始め、神が彼に墓の試練を明らかにしたことを告げた。その試練では二人の天使が尋問し、それは反キリストの試練に似た厳しさとなるだろう。反キリストの試練は最大かつ最も危険な試練の一つであり、反キリストは、王をという意味のダッジャルという言葉に由来している。彼はその言葉にちなんで名付けられた。彼は真実を偽りで覆い隠し、アダムの子孫の一人であり、彼の出現は復活の日の大きな兆候の一つであるため、神は彼と共にそのしもべたちを試し、全能の神の力から様々なものを彼に授けた。彼が殺した死者を生き返らせ、世界の花と豊穣を彼と共に出現させ、彼の園と火と二つの川と地の宝物を彼と共に与え、天に雨を降らせれば雨が降り、地に産物を生み出せれば地は産物を生み出す。これらすべては全能の神の力と意志によって起こります。これは預言者、神の祝福と平安がありますようにが警告した試練であり、墓の中で人はこう尋ねられるでしょう。あなたはこの男について何を知っているか、彼について何を知っていますか。そして彼は預言者です。神の祝福と平安がありますように。そこで信者、つまり確信を持つ者の答えはこうです。彼はムハンマド、神の使徒です。彼は明白な証拠と導きをもって私たちのもとに来ました。だから私たちに答え、私たちに従ってください。彼はそれを三度言います。神は確固とし
した言葉で彼を確認し、答えで彼を鼓舞します。それで天使たちは彼を確認し、慰めと苦しみのなさの良い知らせを与えて彼に言います。安らかに眠りなさい。私たちはあなたがそれを確信しているかどうか知っています。偽善者、つまり疑い深くためらう者はこう言います。私は知りませんし、確信もありませんが、この世で人々が何かを言っているのを聞いたので、それを言いましたが、確信はありませんでした。彼の預言者としての能力、そして私は人々が表面的に言ったことにのみ同意したので、彼は信者とは正反対の悲惨と苦痛の状態にあったであろう。ハディースでは、信者、偽善者、不信者の墓への疑問の証拠が述べられている。天国と地獄は創造され、現在存在している。反キリストの出現とその苦難の証拠が述べられている。信仰の完成と知識の完成は、あった後その使徒の知識、及びその証拠の知識のみである。モスクで改宗とともに日食の祈りに参加する女性たち。祈っている人が祈っていない人の言うことに耳を傾けることの正当性。祈っている人が何度も尋ねる人に手と頭で指さすことの正当性。祈りの正当性そして日食が起こった時には、全能の神に祈りを捧げます。